はい、キッズです。今回は簡単な作品を作りながら GIMP の使い方をプレミア公開で解説したいと思います。今回はプレミア公開なのでチャットでやり取りもできるみたいです。コメントいただけたら返信したいと思います。それでは早速始めたいと思いますが、よく解説動画と自分の GIMP のレイアウトが違うとコメントいただくので、最初に GIMP の画面設定を説明します。ダウンロードして最初に開くと、このようなレイアウトになっているかと思います。一番大きな違いが、こちらのツールボックスのツールの大きさやツールの数が違うと思います。こちらの設定は設定画面でできますので、まずそちらをやってみましょう。編集の中にある設定、こちらを選択します。こちらの中にある、まずツールボックスというこちらの項目ですね。こちらを選択します。この中にツールボックスのアイコンをグループ化するという項目があります。こちらのチェックを外してください。すると、このようにツールの数が増えます。グループ化されてますので解除しました。次にツールの大きさが小さいのでアイコンの大きさを大きくします。アイコンテーマ、こちらを選択します。そしてこちらのアイコンサイズをカスタマイズするで大きいというところに移動してください。そうするとアイコンが大きくなります。そして解説動画ではアイコンの色をつけてますので、こちらのアイコンテーマ、こちらの中のカラーというのを選択してください。するとアイコンに色がつきます。これで設定は OK です。あと、皆さんと違うというのが、こちらのレイヤーダイアログが開いてなかったりします。この一番上にあるアイコン、こちらがタブになってますので、こちらをクリックしていくと、ブラシ、レイヤーやテキストなどのタブがあります。わかりづらかったりなかった場合には、ドッキング可能なダイアログの中にあるこちらの項目から選べば、このように表示されますので、やってください。それでは早速やってみましょう。今回はツールの使い方などを、解説したいんですが、ツールを解説するよりも何か簡単な作品を作りながらよく使うツールの使い方を解説できればいいかなと思っています。グリーティングカード風のものを作ってみたいと思います。こちらは画像ウィンドウになりますが、こちらで制作します。まず画像を作成したいと思いますので、ファイル、新しい画像、こちらを選択します。この中にテンプレートというのがありますので、今回は、こちらの 1920×1080 フルハイビジョンのサイズで、はい、こちらで OK。背景を白にしたいので、塗りつぶしツールを選択して、こちらの描画色を白色にして、クリックすれば白色に塗りつぶされます。絵を描いてみたいと思います。夏のイメージのイラストを描いてみたいと思います。ビーチを描きたいと思いますので、まず上半分は青空で、下半分が海と砂浜をイメージしたいと思います。中心を割りたいと思いますが、普通に選択範囲で範囲選択して色をつけていってもいいのですが、せっかくですので使い方をいろいろとやってみましょう。まず、この中心の位置にガイド線を引いてみたいと思います。ガイド線の引き方は、画像、こちらの中にあるこちらのガイド、新規ガイドパーセントでというのを選択します。
こちらで、水平でいいですね。水平の 50%、半分なので 50% ですね。これで OK です。はい。このようにガイド線が引かれます。そうして、まず上に青空を塗りつぶしでやりたいと思います。後で作業がしやすいように新しいレイヤーを追加して青空を作ります。こちらの新しいレイヤーを画像に追加をします。OK です。はい。とりあえずここで書いておきましょう。青空と。はい。これを選択した状態で、こちらの区形選択ツールを選択します。そうして範囲選択をやります。ガイドが引いてありますので、この近くに来るとペタってくっつくようになっています。ペタッとくっつきます。こちらの表示でガイドにスナップにはチェックを入れててください。こうすることによってこのガイドの近くに来るとペタッとくっつきますので、はい、このように区形選択で範囲選択します。ここはオーバーになってても大丈夫です。エンターを押すと上半分が範囲選択されました。では、描画色をクリックして青空の色を、このぐらいかな。はい。OK して、こちらの塗りつぶしツールを選択して、上半分のこの部分をクリックします。はい。青空が塗りつぶされました。次は下半分に同じように海を作りたいと思います。海を作成しましょう。こちらもレイヤーをクリックします。新しくレイヤーを追加します。レイヤーを選択した状態で、ここで書いておきましょうね。海と。レイヤーを分けていると後で修正などがしやすいですので、このようにレイヤー分けして作っていきましょう。はい。青空と同じような感じで区形選択を選択して下半分をペタッと中心線に貼り付けてエンター。下半分が選択されましたので、下の方を描画色で、このぐらいかな。こんなもんかな。色を決めたらツールを選択して下半分をクリックします。はい。こんな感じで色が塗りつぶされました。範囲選択を解除。このガイド線はもう必要ないですので移動しましょう。移動ツール選択してクリックして、こちらのガイド線をクリックして上の方に弾き出すような感じにすればガイド線は消えますので、はい。これで今、空と海ができました。では次に、青空の向こうに、入道雲がある感じにしてみましょう。はい。では、次に入道雲を作りたいと思いますので、また新しいレイヤーを画像に追加します。はい、OK。もうここに雲と書いておきましょう。では、雲は、こちらの楕円選択を使ってやっていきたいと思います。はい。選択して、まず、黙々の入道雲なので、まず一つ円を作ります。こんな感じかな。はい。そして、この楕円をたくさんくっつけて入道雲にしたいと思います。そのためにはシフトキーを押したまま新たに楕円を描きます。はい。シフトキーはそのままずっと押したままこんな感じに楕円をくっつけて並べていきます。入道雲のようになるように黙々にしていきます。こんな感じですね。入道雲です。黙々の雲を作るイメージで、このぐらいかな。
この中心も抜けてるので、このような感じですね。はい。今このような状態になりました。楕円が全部重なった状態になりましたので、ここに描画色で白色を選択して、塗りつぶしツールでこの黙々の範囲選択をクリックします。はい。こんな感じに雲ができました。一度選択を解除。今、雲が一番上のレイヤーに来てますので、海の下に持っていきたいと思います。こちらのレイヤーの階層を下に下げます。はい、こんな感じですね。こんな感じで雲が描かれました。このままの真っ白の雲でもいいんですが、若干薄く影を作ってみましょう。もう一度、このまま雲のレイヤーを選択した状態で、楕円選択を選択して、先ほどと同じように若干内側の方に楕円を描いていきます。同じような形で、同じような配列でまた作っていきます。こんな感じかな。はい。で、エンターを押して、今度は薄いブルー、かなり薄いブルーがいいかな。この程度ですね。薄いブルーで範囲選択をクリックします。このぐらい。まだ濃いですね。もうちょっと薄くでいいです。もう本当に薄い感じで。このぐらいかな。範囲選択を解除しましょう。はい。こんな感じで、ちょっと上が良かったかな。ちょっと一回やり直し。範囲選択をもう一度。このぐらいに作って、このぐらいから始めて、はい。これで塗りつぶしをできます。こんな感じかな。はい。こんな感じに若干影を作りました。次は海の波を作ってみましょう。新しいレイヤーを追加します。はい。新しいレイヤーはこれ波として、海の上にレイヤーは置いといてください。今度は、ブラシツールを使いますが、海のレイヤーを選択して、こちらの色域を選択ツールを選択します。この色域を選択ツールというのは、エメラルドグリーンのこの海をクリックすると、この同じ色の部分が範囲選択されます。はい、今、この海の部分が範囲選択されました。この状態で波、レイヤーを選択します。次にブラシツール、ブラシで描画ツールを選択して、選択するとこちらのツールオプションが開きますので、この中でブラシを選択します。ブラシはこのいろいろな種類の中で、この、上から1、2、3、4、5、6番目、左から3番目のこの横長のラインを選択します。はい。サイズはこのぐらいでいいかな。サイズを調整して、このぐらいの大きさにして、硬さは100でいいと思います。海のエメラルドグリーンの色を基準に使いたいので、描画色で表示させるために、こちらのスポイトツールを使います。このスポイトツールを選択して、エメラルドグリーンのこの海の部分をクリックすると、この今クリックしたところの色が描画色に反映されます。では、この描画色のところをクリックして、今これは海の色ですので、これより明るい色、この辺りですね。明るい色。このぐらいかな、だいぶ明るくいいか。明るい色にします。
かる色にして、先ほどのブラシツールで、今度は、ツールオプションの中で、散布というところにチェックを入れます。散布というところにチェックを入れて、散布量は 2.5 ぐらいにします。こちらのブラシの動的特性は、ベーシックダイナミックスを選択しておきましょう。はい。これで、今、ここに雲があるので、雲が映り込むような感じに、こう、ククッとこんな感じですね。雲が映り込んでるって感じで描いていきます。こんな感じでね。はい。はみ出ても範囲選択されているので、漏れませんので、はい。こんな感じで、こんな感じかな。この辺りちょっと山や。今、雲がこういう形なので、映り込んでるのがこういう感じになるような感じで、はい。やります。できました。では次にもう一度こちらの描画色を選択して、今度は濃い色を作ります。濃い色を作って、この空いてる隙間ですね。今、ブラシで描いてないところを中心にこんな感じで、はい。この隙間を埋めるような感じですね。こんな感じでやっていきます。はい。こんな感じです。いいんじゃないでしょうか。はい。これで今、波が描かれましたので、はい。こんな感じで映り込んでる感じにできました。では、選択は解除しておきましょう。では次に、浜辺を作っていきます。また新しいレイヤーを画像に追加します。はい。砂浜と入れておきましょう。はい。こちらもブラシで描画します。ブラシの種類は、今度は、この辺りがいいかな。はい。これは、上から1、2、3、4番目。左から1、2、3、4番目のこちらのブラシを選択します。大きさはちょっと大きめがいいかな。大きめで、色は、浜辺の砂の色。どのくらいかな。こんな感じかな。ここが現在の色なので、これを見ながら、この程度かな。これでこう、ちょっとこれは良くないですね。ちょっとブラシを変えます。その横、これはどうだ？上から4、1、2、3、4番目、左から3番目。ちょっとサイズを大きくして、ちょっと良くないですね。サイズが大きいから良くないのか。こうかな。これくらいでいいですね。もうちょっと大きいかな。こんな感じで、ちょっと待ってくださいね。一回戻りますね。はい、ブラシを選んで、こちらの散布はもうなしにします。散布をなしにして、ちょっと大きく、このぐらいかな。このぐらいで、いいですね。はい、こんな感じで、ここに砂浜を作ります。はい、こんな感じかな。少しかな。はい。はい。このタイムで戻しがあるか。はい。こんな感じですね。はい。これで砂浜ができました。はい、では、次に、空に、カモメを飛ばしてみましょう。はい。新しいレイヤーを追加です。はい。カモメって書いておきましょうね。カモメ。カモメは、今度はこちらのパスツールを使ってみましょう。はい。まずパスツールを選択して、今、カモメのレイヤーが
選択されているので、ここに書きます。まず、クリックします。クリックして、そのまま右側に移動させて、クリックしたままカーソルを動かします。動かすとハンドルが出てきます。今、このような感じの曲線を作ります。わかりやすいようにちょっと大きくしておきましょうかね。はい。こんな感じですね。曲線を作って、今、こちらのポイントから始まって、今こちらのポイントに来ました。この進行方向ですね。こちらのハンドルの先をクリックしながら中央に収納します。収納して、またこのぐらいの等間隔の感じで、ここにクリックして、また同じようにカーソルを動かします。クリックしたまま動かして、ハンドルを出します。進行方向のハンドルを収納します。今度は、この中央のポイントのちょい下あたりをクリックします。はい。ぎゅーっとカーブさせて、このようにですね、カモメの翼の感じでやります。はい。また進行方向のハンドルを収納して、今度は、この最初に作ったポイントをコントロールキーを押しながら一度クリックします。すると、つながります。もう一度コントロールキーを離して、コントロールキーをもう一度クリックして、このポイントをクリックします。するとハンドルが出てきますので、このハンドルを使って右側の翼のような感じに仕上げます。はい、できました。これでエンターを押します。エンターを押して、描画色を白色にして、こちらの塗りつぶしツールを選択して、この範囲選択されたところをクリックします。はい、こんな感じで、カモメができました。今、このカモメが範囲選択されているので、この状態でコントロールキープラス C でコピーします。はい、コピーします。今コピーされました。わかりやすいようにこれ右クリックして編集、コピーしましょう。コピーね。そうすると今、このカモメがコピーされました。コピーされましたが、そのままでいいです。一度選択を解除します。はい。ブラシで描画ツールを選択します。この中で今、カモメをコピーしましたが、こちらのブラシのサイズの中に一番左上、ここにですね、よく見たらわかるんですけど、カモメのスタンプがもうコピーされています。これは今コピーしたのがこのブラシの中に入っているだけなので、ギンプを再起動すると消えますので気をつけてくださいね。はい。では、この状態で今度は、スタンプとしてできるので、ダイナミックスオフにします。ダイナミックスオフにして、角度を調整して、クリックします。はい。こんな感じで、カモメが、スタンプができました。またこちらの方も角度を変えて、大きさを変えて、カモメを飛ばしましょう。はい。また、角度を変えて、スタンプになっているので、ただ角度とサイズを変えるだけで、たくさんカモメを簡単にスタンプのように配置することができます。便利です。はい。できました。では、次は、じゃあどうしようかな。この辺りにサーフボードを立ててみたいと思います。はい。また、新しいレイヤーを画像に追加します。はい。サーフボードとしましょう。サーフボードですね。サーフボードは、こちらの楕円選択ツールを使いましょう。はい。選択して、この辺りに縦長のこんな感じのサーフボードのような形のものを描きます。はい。エンターで範囲選択されました。次はこれに色をつけたいと思いますが、今度は
グラデーションを使ってみましょう。グラデーションツールを選択して、こちらのグラデーションのスタイルをクリックして、この中で、なんか最初に入ってるのがあるので、この辺りでいこうかな。この辺りの、このちょっとレインボーっぽい形のこちらを選択します。選択したら、この範囲選択されたところを、左側をクリックしたまま右側にググググググッとこういう感じですね。はい、いいかな。はい。で、離します。はい。離すとここにポイントみたいなのができているので、このポイントを動かすとこのグラデーションがですね、色が変わったりしますので、ね、はい。こんな感じかな。はい。できました。ではもう一つ隣に同じようなのを作りましょう。はい。同じようにもう一度こちらに、楕円を置いて、くっつけておこうかな。このぐらいね。このぐらいくっつけて、エンター。はい。また、グラデーションツールで、今度はちょっと違う色を、なんか適当に、もともとあるのでいいかなと思うんですが、この中で、これやってみましょうかね。はい。選んで、左から右にググ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 ッと、こんな感じで、なんかいいのかもしれないですね。はい。これで OK です。はい。範囲選択を解除。はい。いいですね。サーフボードっぽいのができました。このままの状態だと、サーフボードがなんか薄っぺらいので、ちょっと厚みをつけてみましょう。厚みの付け方はいくつかあるのですが、一つはですね、この選択された状態で、サーフボードのね、レイヤーが選択された状態で、フィルター、照明と投影、こちらの中にある、ロングシャドウっていうのもあります。これですね、ロングシャドウ。このアングルは、このぐらいかな。で、厚さを、こんな感じ。ちょっと色をちょっとなんかつけてみましょうかね。こんな感じかな。こういう感じで、ね、厚さをつけてやることもできます。もう一つは、ちょっと今回違うやり方しようかな。サーフボードレイヤーを右クリックして、レイヤーを複製します。複製して、じゃあコピーの方を下の方にやろうかな。ね、サーフボードのレイヤーの下にサーフボードコピーのレイヤーを持ってきて、移動させます。ずらします。ずらすときに、移動ツールを選択したときに、こちらの、ツールオプションの中で掴んだレイヤーまたはガイドを移動、こちらにチェックが入っていると、この今、コピーして今下の方に重なって下の方のコピーがあるんですが、こちらを選択しようと思っても上のレイヤーが選択されてしまうので、こちらのアクティブレイヤーを移動にチェックを入れます。そうすると、こっちのレイヤーを選択した方が優先されるので、これで若干ずらします。こんな感じですね。はい。こうなるとちょっとおかしいので、若干のこのぐらいのズレぐらいにしときましょうかね。はい。この状態で、サーフボードコピー、今下の方にコピーされたものです。同じものがね。このトーンを変えましょう。色の中にある露出を選択します。こちらのエクスポーサー、こちらを左側の方に動かすと暗くなりますので、若干厚みが出るような感じで、側面はちょっと光が当たらないという感じで落としましょう。このぐらいでいいかな。ちょっと、このぐらいの明るさでいいか。はい。こんな感じですね。これでちょっと厚みが出たんじゃないでしょうか。はい。OK です。では、今、サーフボードですね。上の方と下の方の厚みのサーフボードコピーがありますが、これを一つにしときましょう。サーフボード上の方のレイヤーを選択して、
右クリックして下のレイヤーと統合させます。一つのレイヤーになりましたので、この状態で今度は地面に刺さってるって感じが出ないので、この部分を今度はこちら消しゴムツールを選択して、ブラシ、こちらをこのふわっとボケた感じですね。この上から2番目、左から2番目のこちらのふわっとしたツールを選択して、サイズをこのぐらいでいいか。で、強さ、硬さをちょっと弱くして、硬さ、弱さ、これを弱くして30ぐらいでいいか。で、こう地面に刺さってるような感じでですね、こう軽くこのぐらいかな。はい、このぐらい消しちゃいましょう。消せばこう刺さってるような感じになるのでいいんじゃないでしょうか。じゃあもうついでにちょっとね、やっぱり影があった方が自然なので、今度は影は、砂浜に描かないといけないので、砂浜レイヤーを選択します。今、砂浜のレイヤーが選択されてます。この状態で、ブラシで描画ツールを選択して、ブラシはこのふわっとしたのを選択して、色は薄いグレーにしましょうね。真っ黒よりもちょっと薄いぐらいのグレーにして、これでいいか。硬さはなるべく柔らかくします。低くします。10ぐらいでいいかもしれないですね。10ぐらいにして、サイズはこの程度でいいか。これでサーフボードが突き刺さってるあたりを、こう、くるくるくるっとこう、このぐらいですね。はいはい。こんな感じかな。はい。こんな感じかな。はい。何気にこのぐらい。はい。これで、影ができました。左側にサーフボードを立てたので、なんかこちら側がね、ちょっと右側の方が寂しいので、こちらにどうしましょうかね。ヤシの木っていうのかな。ヤシの木を描いてみましょう。はい。ではまた、新しいレイヤーを追加します。一番上を選択すれば上の階層でできますので、一度サーフボードの選択した状態で、新しいレイヤーを画像に追加します。はい、追加しました。では、ヤシの木をまずパスツールを使って描いてみます。はい。では、パスツールを選択して、ヤシの木を作るんですが、こうしっかりと絵の中に収まらなくてもいいんじゃないかなと思うので、ちょっとはみ出しているような感じで描きたいと思います。まず、このはみ出たところをクリックして、この辺りかな。右上の外側のところをクリックして、クリックしたまま動かします。動かすと、こんな感じで、曲線になります。もうちょっと内側にしようかな。ギリギリにしよう。はい、こんな感じですね。はい。では、こちらの上の方が進行方向なので、こちらを収納して、その隣にクリックします。はい。今度はまた下の方で、この辺りかな。この辺りを選択してクリックしたまま、ぐぐぐぐっとこう、動かしてカーブを作ります。カーブを作ります。はい。進行方向のハンドルを収納して、最後はコントロールキーを押しながらクリックします。はい。ちょっとこのカーブを調整して、このぐらいかな。まあ、こんな感じでいいかな。少しギリギリ。はい。ここが幹になりますね。では、エンターを押します。はい。では、ここに色を塗りたいと思います。まず、描画色で、木の色なので、どのぐらいかな？こんな感じかな？ちょっと
茶色系の色を、このぐらいかな。はい。塗りつぶしツールを選択して、この範囲選択内をクリックします。はい。色が塗られました。このままの状態で、ヤシの木の模様を入れたいと思います。ブラシツールを選択するんですが、ブラシで描画ツールを選択して、描画色を、今これがヤシの木の色ですね。明るい色をしましょう。明るい色。このぐらいね。明るい色。トーンを上げます。トーンを上げた状態で、ブラシは先ほどと同じようにクリックして、こちらの横縞のやつですね。上から1、2、3、4、5、6番目。左から3番目。こちらのブラシを選択して、大きさはこのぐらいでいいか。大きさはこのぐらいでいいかな。で、散布はなしにして、散布はなしですね。散布はなしで、硬さ、強さを強め。硬さ、強さを強めにします。そうして、はい。このように、はい。左側にやる形で、右側はちょっと隙間を上げるような感じにしてください。こんな感じだな。何回か左側だけに中心に。そうするとちょっとね、立体的になるので、この全部やるんではなくて、右側はちょっと間を空けるような感じですね。はい。こんな感じでいいかな。これでちょっとこう、木のような感じになったんじゃないでしょうかね。はい。じゃあ一度選択を解除します。はい。こんな感じかな。次に、じゃあヤシの木の葉ですね。葉を描きたいと思います。ちょっと待って。今のはヤシの木ですね。ヤシの葉を作ります。新しいレイヤーを画像に追加します。はい。こちらはヤシの葉。はい。ヤシの葉のレイヤーに楕円選択ツールを選択して、中心あたりに、はい、こんな感じに楕円を作ります。エンターを押して、今度はブラシツールを選択して、先ほどと同じようにブラシの種類はこちらの横縞のやつですね。横縞のやつを選択して、今度はサイズをちょっと大きめにして、このぐらいがいいかな。大きめに、かなり大きめにして、間隔も上げて、色を、葉っぱの色ですね。こんな感じかな。このぐらいかな。はい。ちょっと一回塗ってみましょう。まあいいかな。はい。こんな感じで。はい。こんな感じでいいかな。はい。これで OK です。これで範囲選択を解除。この状態で、今度は、移動します。移動させて、回転させます。こんな感じかな。はい。回転させて、移動します。この辺りですね。この辺りに移動した状態で、今度はこちらのワープ変形ツールを選択します。ワープ変形ツールですね。そうするとこのような輪っかが出てきますが、これはサイズを調整して大きめがいいと思います。このぐらいのサイズで、この葉っぱをですね、外側をキュッキュッてするとこんな感じですね。こんな感じで、はい。キュッキュッて粘土細工するような感じで、こんな感じですね。ヤシの木の葉っぱのような感じにしていきます。ちょっとカーブを描いて、はい、こんな感じね。はい、できました。では今のヤシの葉を増やしましょう。ヤシの葉のレイヤーを右クリックして、レイヤーの複製をします。複製をしたら、回転で、こんな感じですね。はい、移動で、ちょっと重ねてこんな感じかな。はい。このカモメにかかってるからちょっと見えるでしょうかな。こちらのヤシの木をもう少し回転させましょう。はい、このぐらいでいいか。で、
と1枚ぐらいヤシの木をもう1枚ヤシの木をコピーしておきましょう。右クリックでレイヤーの複製をして回転、移動、もうちょっとこう回転させておこうかな。こうしてはい。これでいいんじゃないでしょうか。ヤシの葉もできました。ヤシの葉もできましたね。はい。では、ここに、ちょっと人手みたいなのも作っとこうかな。あった方がいいと思うので、またレイヤーを1個、一番上のレイヤーを選択して、新しいレイヤーを画像に追加します。はい。人手ですね。人手レイヤーに、ブラシツールを、ブラシで描画ツールを選択して、ブラシのこちらの種類の中に確か星があったので、星、これを使っちゃいましょう。色は、ちょっと水色っぽいのがいいかな。水色っぽいので、このぐらいの色に、このぐらいかな。にして、サイズを決めます。サイズを決めて、クリック。はい。今度はもう一つちょっと作っておきましょうかね。ちょっと大きめで。ピンク系にして、このぐらいかな。はい。はい。角度を変えておきましょう。角度を変えて、よし、この辺りにちょんと置きましょう。はい。あまりにもこう整体しすぎているので、ちょっと地面に角度をつけましょう。そのような時には、こちらの 3D 変換ツール、こちらを選択します。そうして、クリックすると、このように、はい、こんな感じですね。このレイヤーが立体的に動きますので、地面に張り付いているような感じにしたいので、ちょっと角度をつけましょう。このぐらいでいいかな。はい。で、移動させて、この辺りに置きましょう。ね。置いて、若干影つけておきましょうかね。影はフィルターの照明と投影、ドロップシャドウ、こちらを選択します。はい。ドロップシャドウでね。XY、これは距離ですので、あんまり距離があると宙に浮いているような感じになるので、このぐらいかな。ペタッとこう張り付いているような感じにして、あとは OK ですね。OK。これで、人手ができた。はい。太陽が欲しいですね。太陽が欲しいので、青空レイヤーを選択します。青空レイヤーを選択して、フィルター、照明と投影、レンズフレアをします。はい。今見えないんですが、このまず X で移動させると、出てきましたね。ここですね。Y の場所を移動すると、こんな感じで、太陽が出てきました。ちょっと、左側かな？このぐらいかな？このぐらいがいいかな？はい。どうでしょう？太陽、フレア。いいんじゃないでしょうかね。はい、OK。はい、大体できてきましたね。では、文字を入れましょう。はい、一番上に人手のレイヤーを選択した状態で、新しいレイヤーを画像に追加します。はい。じゃあ文字を入れたいと思います。文字はこちらのテキストツールを選択して、フォントはここをね、選択します。フォントは、結構お気に入りのフォントは、センチュリーゴシックにしましょうかね。センチュリーゴシック。大きさは結構大きいの。ここに、文字を入れましょう。さあ、
ビーチ、ビーチ。好きなのを皆さん入れてください。色は白。色は白ですね。ちょっと小さいので、サイズをぐぐぐっと大きくして、このぐらいかな。はい。ここの揃える位置じゃないのか、ここか。この間隔ですね。文字の間隔は、ここちょっと離した方が、間隔を空けた方がおしゃれなので、このぐらいにしようかな。はい。では場所はこのぐらいかな。うん。ちょっと鍵をつけましょう。フィルター、照明と投影、ドロップシャドウ。はい。色は、ちょっとブルー系がいいかな。ね、黒はちょっと沈むからね。エメラルドグリーンに近い色の濃い色にしとく。はい。で、ちょっと離れすぎだな。こうして。濃くした方がいいよな。このぐらいかな。はい。という感じでいかがでしょうか。はい。簡単に、ツールの使い方を解説しながら書いてみました。皆さんもですね、ちょっとチャレンジしてみて、使い方を覚えていただければと思います。今回は、プレミア公開をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。どれだけの方が見ていただけるかはわかりませんが、参考になりましたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。今回は長い時間見ていただきありがとうございました。それではまた。